こんばんは。昔、大学入試の年に、センター試験の1週間前ぐらいに家族で初詣に行ったんですよ。車に乗ってね。で、帰り道、赤信号で止まった時に、ボーンってめっちゃ振動があって、後ろの車が赤信号に気づかなくて、追突してきたんだよね。で、降りて、いろいろ現場検証とかしてたんだけど、私ムチ打ちになってしまって、起き上がって勉強することができなくって、布団に入って、勉強してたんだよね。で、母がさ、おうどんかなんか思ってちょっと心配しに来てさ、大丈夫かしらみたいな。ナーバスになる時期にこんなことが起こっちゃって、この後、もう立て続けにさ、受験が控えてるから。で、心配してたらしいんだけど、ガチャって私の部屋開けたら、私がニヤって笑って、お母さん今年は当たり年かもねっつって母はそれを見て、すごいこと言うなって思った、あの時初めて認識したっつって言ってくれてたんだけど、いやこれもしかしたら全部受かるかもしれないこの大学っつって。で本当に全然実力以上だったんだけど全部受かってさ夏期講習受けた予備校の先生に、先生全部受かってっつって言ったら、こんな長年講師してたけどそんなのは初めてだっつって、こんな奇跡は初めてだっつって先生奇跡って言っちゃってるよみたいな何が起こるかの意味付けなんで、これはどういう意味があるのかななんてさ、もう解釈って絶対自由だから、これは今エネルギーが下がってるからかなとか、今年はちょっとやっぱり気をつけなきゃいけない厄年なのかなとかさ、どうだって思えるんだけど、でもやっぱ当たり年来ちゃったもん。これがあれでしょ、最初のカーンみたいな最初の鐘の音のファンファーレみたいなもんで、こっからもう当たりが止まらないよって思ったっていい思ったっていいわけだよね。ね、私はどちらも思えるんだったらそっちを思いたいし、無理やりそっちに持っていくんじゃなくて、いやマジ当たり年だなってちょっと笑いながら思えるぐらいのメンタリティでありたいから、毎日コツコツあるを見つけて努力してるし、自分を褒めて、ここまでやったらいいよっつって声かけてんだよね。そうじゃないと普通に最悪ってなるからさいやもちろんさ、バンってムチ打ちになった時は最悪って思うんだけどさ、でもその最悪って思う期間が1日なのか1週間なのか、1ヶ月ぐらいなのかで、時薬だからそれ薄れてくんだけどさ、でもその3次元の時の速度よりも早く新しい解釈を生み出して新しい次元にワープしたいじゃん。だからめちゃくちゃいい福音が始まったねっていう解釈までたどり着けるように自分のエネルギーを調整していくっていうね。勇気をもらいました。今の最高の自分で最高の勝負をする。そう。もうそれしかないよね。そう。あと、今日も私お昼寝2時間ぐらいして、さらにまた今日も早く寝ようと思ってるんだけど、別にお昼寝する体質じゃない人とかもたくさんいると思うから、これが全然ベストソリューションじゃないんだけど、眠くなる時に寝たらいいっていうのは、多分幼い頃から寝ることが一番いいことだって母に言われて育ってんだよね。だからちょっと今日宿題あるんだけどちょっと眠いから寝るわって言うと、それはいいってそんなにみたいな、勉強するわっていう時以上にすぐそれはいいって言われたんだよね。どうぞどうぞごゆっくりっていつも言われてさ、ね、あとソファーでうたた寝とかしてるとすごいあったかい毛布とかかけてくれるのねもうこいて寝なさいとかじゃなくて、とにかく1分1秒でも長く寝なさいみたいな、寝た方がいいっていう感じの価値観で育てられてきてるから、多分今もちょっと眠いってなったらちょっと締めたものっていうか、おっしゃ眠いって思ったみたいな、もうすぐ寝よってちょっと思うんだよね。だって眠さをこらえてやらなきゃいけない、それで仕上げたもの、眠さをこらえてすごい苦しいエネルギーでやっていいことって、ね、
家事でも仕事でもなんか一つもないからさ、とりあえず最適な最高のこのエネルギー状態に戻るまで寝る。でもさ、寝るということはさ、エゴの肉体から意識が抜けていますから、ボルテックスに戻ってるんだよね。エイブラハムの本でも、誰でも寝てる間はボルテックスに帰ってるって言ってんだけどさ。だから、それ帰る方がいいよね。帰って寝て、ボルテックス帰りでもう一回同じことを考えるんだったら考えた方がいいよね。いいアイディアが浮かぶからね。って思ってる。私これまでネガティブでも恵まれて生きてきたのはたくさん寝てたからかもしれません。素晴らしい。どんなにネガティブでもネガもポジも全て愛みたいな世界に、ボルテックスに入るとなっちゃうから、そこでチャージされるから、起きてる時間のネガティブが効力を発さないんだろうね。起きてる間のネガティブが無効化されるぐらい寝てる時間が長いっていう。これ素晴らしいことじゃない？